皆さんこんにちは。今日は私の1週間の休みについて話します。月曜日6月8日。今日はとても暑いです。とても疲れていたので、朝8時まで寝ていました。みんなはもう学校や仕事に行っていて、家には私一人だけでした。冷蔵庫の中には少ししか食べ物がなかったので、簡単な朝ごはんを作りました。朝ごはんはパンと卵と冷たい牛乳でした。暑い日に冷たい牛乳を飲むととても気持ちがいいです。食べた後、皿を洗ってキッチンを掃除しました。テーブルや椅子を拭いて冷蔵庫と炊飯器もきれいにしました。9時ごろ、歯を磨いて顔を洗いました。それから洗濯物を干しました。こんな暑い天気では、外に干した服はとてもいい匂いになります。全部終わって少し休みました。ソファに横になりながらテレビを見ました。最近、アメリカの番組を見るのが好きです。その番組は面白くて英語の勉強にもなります。昼ご飯の時間にスーパーへ買い物に行きました。スーパーは家のすぐ近くにあって歩いて5分だけです。豚肉と牛肉と野菜を買いました。それからスイカとリンゴも買いました。牛丼と野菜炒めを作りました。昼ご飯はとても美味しくてたくさん食べました。午後は家で動画を作りました。動画を作るのはとても時間がかかります。目が疲れた時、15分ぐらい休みました。それからコンビニへ歩いて行きました。コンビニの中はとても涼しくて人も少なかったです。アイスクリームをたくさん買いました。そしてフライドチキンと冷たい飲み物も買いました。私はフライドチキンが大好きです。アニメを見ながらフライドチキンを食べるのはとても幸せです。午後5時ごろ、友達と約束がありました。私はチョコレートケーキと苦いコーヒーを注文しました。友達は抹茶ケーキを注文しました。私たちは夏の旅行の計画を立てています。海に行ってたくさんの海の食べ物を食べたいです。カフェの後、家に帰りました。夜は朝よりずっと涼しくてとても気持ちが良かったです。私は家族のために晩ご飯を作りました。キノコとかぼちゃのご飯を作りました。かぼちゃは甘くて私はとても好きです。それからフライドチキン、アスパラガスの豚肉巻き、エビも作りました。晩ご飯は家族みんなが揃う大切な食事なので、いつもたくさん作ります。家族で楽しく食べました。そしてビールも飲みました。夏にビールを飲むのはとてもいいです。お風呂に入ってきれいになってから楽な服に着替えました。それから
ベッドに横になって少しスマホを見ました。友達のメッセージに返信して短い動画を見ました。明日の予定を書いて、日記を書いて10時に寝ました。火曜日6月9日。朝、目が覚めたとき、部屋の中はとても静かでした。時計を見るとまだ7時でした。ベッドの上で少しだけのんびりしてからゆっくり起きました。窓を開けると涼しい風が入ってきてとても気持ちが良かったです。鳥の声も聞こえていい一日の始まりだと思いました。顔を洗って歯を磨いてから体を動かしたくなって少しストレッチをしました。朝ごはんはご飯と味噌汁と焼き魚を食べました。味噌汁の中には豆腐とわかめが入っています。温かい味噌汁を飲むと元気になります。朝ごはんの後、コーヒーを飲みながら音楽を聴きました。静かな朝はとても気持ちがいいです。午前中は部屋の片付けをしました。本や服が少し散らかっていたので、きれいに整理しました。それから机の上を拭いてゴミも出しました。部屋がきれいになると気分も明るくなります。その後、中国語を勉強しました。新しい単語をノートに書いて何回も読みました。昼ご飯は家でパスタを作りました。トマトソースのパスタでチーズも入れました。それからサラダも作りました。野菜をたくさん食べると体にいいと思います。昼ご飯の後、少し昼寝をしました。30分ぐらい寝て、とてもリラックスできました。午後は家で趣味の時間を過ごしました。好きな音楽を聴きながら絵を少し描きました。上手ではありませんが、とても楽しかったです。それから昔の写真を見て思い出を思い出しました。時間がゆっくり流れている感じがしました。夕方、スーパーに行って晩ご飯の材料を買いました。鶏肉とじゃがいもと人参を買いました。家に帰ってからカレーライスを作りました。カレーはとてもいい匂いで食べる前からお腹が空きました。家族もとても喜びました。晩ご飯の後、家族と一緒にテレビを見ました。今日はドラマを見ました。とても面白かったです。その後、お風呂に入って体を温めました。夜は少し本を読んでから携帯電話を見ました。友達と少しチャットしました。今日はゆっくりした一日でした。11時頃に寝ました。水曜日6月10日。今日は朝から雨がたくさん降っていました。外を見ると空は暗くて灰色の雲が広がっていました。雨の音がずっと聞こえてまるで音楽のようでした。こんな天気だったので少しベッドに長くいました。でもお腹が空いたので8時頃にゆっくり起きました。
朝ごはんはパンと卵を食べました。パンにバターを塗りました。卵は柔らかくて美味しかったです。それから温かいミルクを飲みました。雨の日に温かい飲み物を飲むと気持ちがいいです。午前中は外に出ないで家でゆっくり過ごしました。まず部屋の窓を少し開けて新しい空気を入れました。それから部屋を少し掃除しました。本棚を整理して床もきれいにしました。その後、好きな映画を見ました。その映画は少し悲しい話でしたが、とても感動しました。雨の音を聞きながら映画を見るのはとてもいい時間でした。映画の後、少しストレッチをして体を動かしました。ずっと座っていたので、体が少し硬くなっていました。ストレッチをすると体が軽くなって気分も良くなりました。昼ご飯はラーメンを作りました。温かいスープの匂いがとても良くて食べる前から楽しみでした。食べた後、体が温かくなってとても満足しました。午後は本を読みました。最近買った小説を読んでとても面白くて時間を忘れてしまいました。時々窓の外を見るとまだ雨が降っていました。雨の雫がガラスに当たるのを見ていると気持ちが落ち着きました。夕方、雨が少し弱くなったので近くのコンビニに行きました。お気に入りの傘を差してゆっくり歩きました。雨の日の道は静かで人も少なくていつもと違う感じがしました。コンビニでパンとヨーグルト、それから温かいスープも買いました。夜は簡単な晩ご飯を作りました。牛丼とサラダ、それから買ったスープも一緒に食べました。あまりお腹が空いていなかったので、少しだけ食べましたが、とても美味しかったです。その後、温かいシャワーを浴びて、体を温めました。夜はベッドで音楽を聴きながらリラックスしました。雨の音と音楽がとてもよくあって気持ちが良かったです。今日は静かでゆっくりした一日でした。11時頃に寝ました。木曜日、6月11日。今日は曇りでした。空は少し暗くて風も少しありました。雨は降っていなかったので出かけることにしました。今日は一人で東京へ行きました。ゆっくりしたり楽しい時間を過ごしたいと思いました。朝は7時頃に起きました。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを食べました。朝ごはんはご飯と味噌汁と卵を食べました。味噌汁は温かくてとても美味しかったです。準備をして電車に乗って東京へ行きました。電車の中で外を見たり少し休んだりしました。あまり混んでいなかったので楽でした。
東京に着いてから公園に行きました。木がたくさんあって空気がきれいでした。ベンチに座ってゆっくり休みました。時々人が歩いていてとても静かな場所でした。昼ご飯は小さい店で食べました。ご飯と魚と野菜の食事を食べました。体にいいと思いましたし、とても美味しかったです。午後は川の近くを散歩しました。水の音を聞きながら歩くと気持ちが良かったです。それから本屋に行って本を少し読みました。難しい言葉もありましたが、面白かったです。夕方は少し休みたくなったので、駅の近くで座りました。飲み物を飲みながら今日のことを考えました。一人の時間はとても大切だと思いました。夜になって電車で家に帰りました。少し疲れていましたが、心はとても元気でした。家に帰ってから晩ご飯を食べてお風呂に入りました。今日は静かで気持ちがいい一日でした。10時半ごろに寝ました。金曜日6月12日。今日は朝からいい天気でした。空は明るくて青い空が見えました。7時ごろに起きてカーテンを開けると気持ちが良くなりました。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを食べました。朝ごはんはパンとヨーグルトと果物を食べました。リンゴとバナナを食べてとても美味しかったです。朝ごはんの後、少し部屋を掃除しました。テーブルを拭いて床もきれいにしました。それから洗濯をして外に干しました。天気がいい日なので服が早く乾きそうでした。午前中は近くの公園に行きました。少し歩いてベンチに座りました。風が気持ちよくて鳥の声も聞こえました。本を少し読んでゆっくりした時間を過ごしました。昼ご飯は家に帰ってから食べました。うどんを作りました。温かくてとても美味しかったです。食べた後、少し休みました。午後は動画を見たり、少し中国語を勉強したりしました。新しい言葉をノートに書いて何回も読みました。少し難しかったですが、頑張りました。夕方、家族と一緒にスーパーへ行きました。野菜や肉、果物を買いました。家に帰ってから晩ご飯を作りました。今日は焼きそばと野菜スープを作りました。家族みんなで楽しく食べました。晩ご飯の後、少しテレビを見ました。それからお風呂に入って体を休めました。夜はベッドでスマホを少し見てから明日の予定を考えました。今日は暖かくて気持ちがいい一日でした。10時半ごろに寝ました。週末。土曜日の朝、私は少し早く起きました。今日は
友達と一緒に海へ行く日だったので、とても楽しみでした。カバンに水、食べ物、タオル、帽子を入れて準備をしました。友達と駅で会って一緒に電車に乗りました。電車の中でたくさん話してとても楽しかったです。海に着くと青い海と広い空が見えました。とても綺麗で気持ちが良かったです。まず海の近くを歩きました。それから靴を脱いで少し水に入りました。水は少し冷たかったですが、とても気持ちが良かったです。昼ご飯は海の近くで食べました。おにぎりとサンドイッチを食べました。外で食べるご飯はいつもより美味しいと思いました。その後、砂で少し遊びました。写真もたくさん撮りました。夕方、ホテルに行きました。部屋で少し休んでから晩ご飯を食べました。晩ご飯では魚やエビをたくさん食べました。焼いた魚やエビの料理がとても美味しかったです。海の近くで食べる魚はとても新しくて美味しいと思いました。お腹がいっぱいになるまで食べてとても幸せでした。その後、少し話してから早く寝ました。日曜日の朝、少し早く起きて海を見に行きました。朝の海はとても静かで風も優しかったです。少し散歩してとてもいい気分になりました。朝ごはんを食べてからまた少し海で遊びました。それからお土産を買いました。友達と一緒に選んでとても楽しかったです。午後は電車で家に帰りました。少し疲れていましたが、とても楽しい旅行でした。家に帰ってからゆっくり休みました。この週末はとてもいい思い出になりました。皆さんこんにちは。今日は私の1週間の休みについて話します。月曜日6月8日。今日はとても暑いです。とても疲れていたので、朝8時まで寝ていました。みんなはもう学校や仕事に行っていて、家には私一人だけでした。冷蔵庫の中には少ししか食べ物がなかったので、簡単な朝ごはんを作りました。朝ごはんはパンと卵と冷たい牛乳でした。暑い日に冷たい牛乳を飲むととても気持ちがいいです。食べた後、皿を洗ってキッチンを掃除しました。テーブルや椅子を拭いて冷蔵庫と炊飯器もきれいにしました。9時ごろ、歯を磨いて顔を洗いました。それから洗濯物を干しました。こんな暑い天気では、外に干した服はとてもいい匂いになります。全部終わって少し休みました。ソファに横になりながらテレビを見ました。最近、アメリカの番組を見るのが好きです。その番組は面白くて英語の勉強にもなります。
昼ご飯の時間にスーパーへ買い物に行きました。スーパーは家のすぐ近くにあって歩いて5分だけです。豚肉と牛肉と野菜を買いました。それからスイカとリンゴも買いました。牛丼と野菜炒めを作りました。昼ご飯はとても美味しくてたくさん食べました。午後は家で動画を作りました。動画を作るのはとても時間がかかります。目が疲れたとき、15分ぐらい休みました。それからコンビニへ歩いて行きました。コンビニの中はとても涼しくて人も少なかったです。アイスクリームをたくさん買いました。そしてフライドチキンと冷たい飲み物も買いました。私はフライドチキンが大好きです。アニメを見ながらフライドチキンを食べるのはとても幸せです。午後5時ごろ、友達と約束がありました。私はチョコレートケーキと苦いコーヒーを注文しました。友達は抹茶ケーキを注文しました。私たちは夏の旅行の計画を立てています。海に行ってたくさんの海の食べ物を食べたいです。カフェの後、家に帰りました。夜は朝よりずっと涼しくてとても気持ちが良かったです。私は家族のために晩ご飯を作りました。キノコとかぼちゃのご飯を作りました。かぼちゃは甘くて私はとても好きです。それからフライドチキン、アスパラガスの豚肉巻き、エビも作りました。晩ご飯は家族みんなが揃う大切な食事なのでいつもたくさん作ります。家族で楽しく食べました。そしてビールも飲みました。夏にビールを飲むのはとてもいいです。お風呂に入ってきれいになってから楽な服に着替えました。それからベッドに横になって少しスマホを見ました。友達のメッセージに返信して短い動画を見ました。明日の予定を書いて日記を書いて10時に寝ました。火曜日6月9日。朝、目が覚めたとき、部屋の中はとても静かでした。時計を見るとまだ7時でした。ベッドの上で少しだけのんびりしてからゆっくり起きました。窓を開けると涼しい風が入ってきてとても気持ちが良かったです。鳥の声も聞こえていい一日の始まりだと思いました。顔を洗って歯を磨いてから体を動かしたくなって少しストレッチをしました。朝ごはんはご飯と味噌汁と焼き魚を食べました。味噌汁の中には豆腐とわかめが入っています。温かい味噌汁を飲むと元気になります。朝ごはんの後、コーヒーを飲みながら音楽を聴きました。静かな朝はとても気持ちがいいです。午前中は部屋の片付けをしました。本や服が少し散らかっていたので、きれいに整理しました。それから机の上を拭いて
ゴミも出しました。部屋がきれいになると気分も明るくなります。その後、中国語を勉強しました。新しい単語をノートに書いて何回も読みました。昼ご飯は家でパスタを作りました。トマトソースのパスタでチーズも入れました。それからサラダも作りました。野菜をたくさん食べると体にいいと思います。昼ご飯の後、少し昼寝をしました。30分ぐらい寝て、とてもリラックスできました。午後は家で趣味の時間を過ごしました。好きな音楽を聴きながら絵を少し描きました。上手ではありませんが、とても楽しかったです。それから昔の写真を見て思い出を思い出しました。時間がゆっくり流れている感じがしました。夕方、スーパーに行って晩ご飯の材料を買いました。鶏肉とじゃがいもと人参を買いました。家に帰ってからカレーライスを作りました。カレーはとてもいい匂いで食べる前からお腹が空きました。家族もとても喜びました。晩ご飯の後、家族と一緒にテレビを見ました。今日はドラマを見ました。とても面白かったです。その後、お風呂に入って体を温めました。夜は少し本を読んでから携帯電話を見ました。友達と少しチャットしました。今日はゆっくりした一日でした。11時頃に寝ました。水曜日、6月10日。今日は朝から雨がたくさん降っていました。外を見ると空は暗くて灰色の雲が広がっていました。雨の音がずっと聞こえて、まるで音楽のようでした。こんな天気だったので、少しベッドに長くいました。でも、お腹が空いたので、8時頃にゆっくり起きました。朝ごはんはパンと卵を食べました。パンにバターを塗りました。卵は柔らかくて美味しかったです。それから温かいミルクを飲みました。雨の日に温かい飲み物を飲むと気持ちがいいです。午前中は外に出ないで家でゆっくり過ごしました。まず部屋の窓を少し開けて新しい空気を入れました。それから部屋を少し掃除しました。本棚を整理して床もきれいにしました。その後、好きな映画を見ました。その映画は少し悲しい話でしたが、とても感動しました。雨の音を聞きながら映画を見るのはとてもいい時間でした。映画の後、少しストレッチをして体を動かしました。ずっと座っていたので、体が少し硬くなっていました。ストレッチをすると体が軽くなって気分も良くなりました。昼ご飯はラーメンを作りました。温かいスープの匂いがとても良くて食べる前から楽しみでした。食べた後、体が温かくなってとても満足しました。午後は
本を読みました。最近買った小説を読んで、とても面白くて、時間を忘れてしまいました。時々、窓の外を見ると、まだ雨が降っていました。雨の雫がガラスに当たるのを見ていると、気持ちが落ち着きました。夕方、雨が少し弱くなったので、近くのコンビニに行きました。お気に入りの傘をさして、ゆっくり歩きました。雨の日の道は、静かで、人も少なくて、いつもと違う感じがしました。コンビニで、パンとヨーグルト、それから温かいスープも買いました。夜は簡単な晩ご飯を作りました。牛丼とサラダ、それから買ったスープも一緒に食べました。あまりお腹が空いていなかったので、少しだけ食べましたが、とても美味しかったです。その後、温かいシャワーを浴びて、体を温めました。夜はベッドで音楽を聴きながらリラックスしました。雨の音と音楽がとてもよくあって気持ちが良かったです。今日は静かでゆっくりした一日でした。11時頃に寝ました。木曜日、6月11日。今日は曇りでした。空は少し暗くて、風も少しありました。雨は降っていなかったので、出かけることにしました。今日は一人で東京へ行きました。ゆっくりしたり、楽しい時間を過ごしたいと思いました。朝は7時頃に起きました。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを食べました。朝ごはんはご飯と味噌汁と卵を食べました。味噌汁は温かくてとても美味しかったです。準備をして電車に乗って東京へ行きました。電車の中で外を見たり少し休んだりしました。あまり混んでいなかったので楽でした。東京に着いてから公園に行きました。木がたくさんあって空気がきれいでした。ベンチに座ってゆっくり休みました。時々人が歩いていてとても静かな場所でした。昼ご飯は小さい店で食べました。ご飯と魚と野菜の食事を食べました。体にいいと思いましたし、とても美味しかったです。午後は川の近くを散歩しました。水の音を聞きながら歩くと気持ちが良かったです。それから本屋に行って本を少し読みました。難しい言葉もありましたが、面白かったです。夕方は少し休みたくなったので、駅の近くで座りました。飲み物を飲みながら今日のことを考えました。一人の時間はとても大切だと思いました。夜になって電車で家に帰りました。少し疲れていましたが、心はとても元気でした。家に帰ってから晩ご飯を食べてお風呂に入りました。今日は静かで気持ちがいい一日でした。10時半頃に寝ました。金曜日、6月12日。
今日は朝からいい天気でした。空は明るくて青い空が見えました。7時頃に起きてカーテンを開けると気持ちが良くなりました。顔を洗って歯を磨いてから朝ごはんを食べました。朝ごはんはパンとヨーグルトと果物を食べました。リンゴとバナナを食べてとても美味しかったです。朝ごはんの後、少し部屋を掃除しました。テーブルを拭いて床もきれいにしました。それから洗濯をして外に干しました。天気がいい日なので服が早く乾きそうでした。午前中は近くの公園に行きました。少し歩いてベンチに座りました。風が気持ちよくて鳥の声も聞こえました。本を少し読んでゆっくりした時間を過ごしました。昼ご飯は家に帰ってから食べました。うどんを作りました。温かくてとても美味しかったです。食べた後、少し休みました。午後は動画を見たり、少し中国語を勉強したりしました。新しい言葉をノートに書いて何回も読みました。少し難しかったですが、頑張りました。夕方、家族と一緒にスーパーへ行きました。野菜や肉、果物を買いました。家に帰ってから晩ご飯を作りました。今日は焼きそばと野菜スープを作りました。家族みんなで楽しく食べました。晩ご飯の後、少しテレビを見ました。それからお風呂に入って体を休めました。夜はベッドでスマホを少し見てから明日の予定を考えました。今日は暖かくて気持ちがいい一日でした。10時半頃に寝ました。週末。土曜日の朝、私は少し早く起きました。今日は友達と一緒に海へ行く日だったので、とても楽しみでした。カバンに水、食べ物、タオル、帽子を入れて準備をしました。友達と駅で会って一緒に電車に乗りました。電車の中でたくさん話してとても楽しかったです。海に着くと青い海と広い空が見えました。とても綺麗で気持ちが良かったです。まず海の近くを歩きました。それから靴を脱いで少し水に入りました。水は少し冷たかったですが、とても気持ちが良かったです。昼ご飯は海の近くで食べました。おにぎりとサンドイッチを食べました。外で食べるご飯はいつもより美味しいと思いました。その後、砂で少し遊びました。写真もたくさん撮りました。夕方、ホテルに行きました。部屋で少し休んでから晩ご飯を食べました。晩ご飯では魚やエビをたくさん食べました。焼いた魚やエビの料理がとても美味しかったです。海の近くで食べる魚はとても新しくて美味しいと思いました。お腹がいっぱいになるまで食べて
とても幸せでした。その後、少し話してから早く寝ました。日曜日の朝、少し早く起きて海を見に行きました。朝の海はとても静かで風も優しかったです。少し散歩してとてもいい気分になりました。朝ごはんを食べてからまた少し海で遊びました。それからお土産を買いました。友達と一緒に選んでとても楽しかったです。午後は電車で家に帰りました。少し疲れていましたが、とても楽しい旅行でした。家に帰ってからゆっくり休みました。この週末はとてもいい思い出になりました。